ついに人類は永久機関を完成させたのか。金属の芯が使われた鉛筆、その名もメタシル。今日はサンスターから新しく発売されたメタルペンシル、略してメタシルを紹介していこうと思います。お値段は税込み990円。発売前に特別にサンプルを試す機会をいただきまして、めちゃくちゃ面白かったんですよね。で、ぜひ動画を作りたいのでいただけないですかねとサンスターさんにお願いしたら快くいただけちゃいました。ありがとうございます。今回の動画の構成はこのようになっております。実際に書きまくってどれだけ芯が減るのかみたいなことも検証したり、最後にいい点気になった点、正直な感想も紹介してますので、ぜひ最後まで見ていただいて購入するかしないか決めていただければと思います。一応概要欄に Amazon リンク貼っておきますね。それでは早速開封をしていきましょう。芯まで金属の鉛筆なのに書ける、消せる。このキャッチフレーズなかなか強いですよね。こちらがサンスターのメタシルのブラック、それからブルー、それからベージュでございます。メタシルは合計6色展開となっています。お値段は990円。1000円でお釣りが返ってくるっていうなかなか際どい価格帯ですね。クリップもノックキャップもない非常にスッキリとしたデザインですね。八角形のアルミボディということでカベコスペシャルを細長くしたようなフォルムですね。なかなかねデザインかっこいいなっていうふうに思いました。金属芯の書き心地とはどういうことなのかということで実際に書いていきましょう。いや、書けちゃいますね。結構薄いんですけれども、書くことができました。金属の芯っていうのが前提条件として頭に入っているので、金属でここまで書けるっていうのはなんかちょっと斬新というか不思議な感覚ですね。一応濃さとしては 2H 相当とのことです。で、これすごいのが消しゴムで消せちゃうんですよね。僕の場合は筆圧が強めなので、強い筆圧で書くと消すのが大変だったんですけれども、弱めな筆圧で書いた場合は普通のシャーペンと同じように簡単に消しゴムで消すことができました。実は金属のペン先が使われた筆記具ってこれまでもあったことはあったんですよね。例えばナプキン、フォーエバー、ピニンファリーナ。これも昔から欲しいなって思ってなかなか買えていないペンなんですけれども、これはペン先の合金が紙と擦れて摩耗することによって酸化して、でそれが筆跡になるというものです。で、今回のメタシルは黒鉛を含んだ特殊合金が使われているんですよね。なので黒鉛と合金の粒子が紙に付着して、それによって黒い線が描けるということで、これまでの黒鉛が使われていない金属芯の筆記具とは少しメカニズムが違ってきます。黒鉛が入っているということで、より濃くかけて消しゴムでも消えるようになっています。なのでこの先端の芯っていうのは書くたびに若干すり減っているっていうわけなんですよね。永久にすり減らずに書けるっていうわけじゃなくて、使えば使うほど先端がすり減る。でもそのすり減り具合は極めてゆっくり。そういうふうに理解していただければと思います。一応距離で言うと 16km かけるらしいですね。カランダッシュのゴリアットカートリッジっていう非常に筆記可能距離の長いボールペンのリフィルがあるんですけれども、こちらは 8km となっています。A4 の用紙に直すと600枚分の距離になります。で、単純計算するとメタシルはそれの2倍なので A4 用紙1200枚分もかけてしまうっていう非常に恐ろしい筆記距離を誇っております。鉛筆で言うと 2H 相当の濃さらしいんですけれども、正直なところ個体によってかなり濃さとか滑らかさが違ってくるんですよね。黒いボディについてきた金属の芯は正直なところかなり薄くて、書いてる時に引っかかりも大きかったんですけれども、逆にブルーのボディについてきた金属の芯は一回りぐらい濃く書けたんですよね。しかも結構滑らかでした。これはたまたまなのかもしれないんですけれども、この2本を比べるとちょっと個体差が大きすぎるんじゃないかなっていうふうに思いました。動画だとなかなか伝わりにくいとは思いますが、ブラックの方は正直勉強には使えないぐらい薄いかなと思います。で、逆にブルーの方は、もちろん HB とかと比べると薄いことは薄いんですけれども、勉強でもギリギリ使えるぐらいの濃さがありました。滑らかさも鉛筆と同じような感じで、本当に鉛筆で書いているかのようなフィーリングでしたね。
この個体差についてメタシルの開発担当者の方にお話を伺ってみたんですけれども、実際のところ熱を加えて芯を成形するということで、濃さには若干影響が出るのは確かとおっしゃってました。なんですけれども、徐々に生産数が増えるにつれて芯の濃さっていうのはある程度安定してくるらしいので、量産品に関してはある程度改善されるらしいですね。濃さに関しては紙によっても変わってきまして、ザラザラの紙の方が若干濃く書けるなっていう印象がありました。HB の濃さで勉強してた僕がメタシルをメインのペンとして勉強で使えるかっていうふうに聞かれたら、ぶっちゃけ厳しいかなと思います。長時間勉強で使っているとなんか薄いので頭が疲れるみたいな感じに、なっちゃうんですよね。なので僕的には下書き用のペンとして使っていこうかなっていうふうに思います。僕の場合は机の上のインテリアの配置を考えたり、あと照明機材をどうやって配置しようかとか、なんかそういうのを考えるときに使えるなっていうふうに思いますね。メタシルは鉛筆みたいに削ったりシャーペンみたいにノックするっていうのを考えなくてもいいので、それがこのメタシルの最も大きな魅力なんじゃないかなと考えています。クリエイティビティを加速させるための道具として買ってみるのはすごくいいんじゃないかなと思います。スペック見ていくと全長は 159mm となっています。一般的な鉛筆と比べると少し短くなってますが、シャーペンと比べるとかなり長くなっています。で、太さを見ていくと 8mmとなってまして、鉛筆と同じぐらいの結構細いボディとなってますね。で、重量を見ていくと 13g となってまして、数値的には結構軽い部類ですね。でも細いせいか少しずっしりと感じました。で、重心の位置は先端から 86mm となってまして、結構高い重心となってました。軽量で細長ボディなんだけど、全長が結構長いので、取り回しは普通ぐらいといった感じですね。スピード勝負っていうよりかは細長いので、なんか習字の小筆みたいに書きたいところに正確に筆記することができる、なんかそういうスペックをしていると思っていただければと思います。16km かけると言われてもわけわからんっていう方がほとんどだと思うので、実際に書きまくってみてどれだけ芯が減るのかっていうのをチェックしていこうと思います。まず1分間このように書きまくってみました。先端を見るとこのように芯が減っているのがお分かりいただけると思います。で、どれだけ減ったか分かるように、ずっと同じ角度で書いていこうと思います。さらに1分間書き続けてみました。そうすると、結構違いが分かってきたんじゃないかなと思いますね。さあ、心を鬼にしてさらに2分間書き続けてみました。今合計4分ですね。そうするとこんな感じのペン先になってきました。だいぶ型減りしているのがお分かりいただけるかなと思います。こんなんでは終わりません。さらに1分20秒書いてみました。合計5分半ですね。そうした時にペン先はこんな感じになりました。だいぶエッジが立ってきて、トキントキンになってきたかなっていう感じです。さあ、ラストスパート行ってみましょう。さらに2分間書き続けてみました。なので合計7分半ですね。A4のコピー用紙が真っ黒になるぐらい書き続けてみたら、ペン先はこんな感じにすり減りました。意外とわかるぐらい消耗はしているんですけれども、消耗した長さで言うとシャーペン1回のノック分かなっていう感じです。こう考えるとすごいですよね。シャープ芯でこれぐらい書いてたらシャープ芯1本分ぐらいは消費してると思うので、かなりすり減る速度はゆっくりだなっていうふうに思います。新品のメタシルと比べるとすぐに見分けがつくぐらいすり減っているのがお分かりいただけると思います。今回はあえて型減りさせて書いたので減り具合かなり偏っているんですけれども、使えば使うほどペン先が丸くなっていくというふうに思います。なので確実に線が太くなってしまいますね。鉛筆削りも使えないので常にトキントキンで尖らせながら書くっていうのは、いつかは限界が来るっていうふうに思っていただければと思います。そういう点を考えても勉強用途で使うっていうよりかは、デッサンとか下書きとかそういう用途で使っていくべきペンなんじゃないかなと僕は考えております。で、実はこのペン先分解することができまして、ネジを回して開けていきますとこんな感じになってますね。ボディはアルミでできているんですけれども、このペン先のネジのところは真鍮でできてますね。使っていって
でペン先が消耗した場合、このペン先だけ交換すればまた同じように書けるっていうふうに思うんですけれども、パッと調べた感じ、会心が発売されるっていう情報が見つからなかったので、今後会心も発売されると嬉しいなっていうふうに思いますね。結構ボディもしっかりした作りになってますし、これで使い捨てだったらちょっともったいないなっていう感じがあるので、ぜひ会心も発売していただきたいなと思います。最後、こちらのペンを使ってみて良かった点、気になった点をまとめて紹介していこうと思います。まず良かった点ですが、一つ目が削る手間、ノックをする手間がないっていうところですね。ずっと書き続けられるっていうのはボールペンと同じような魅力があるかなと思いました。で、良かった点2つ目は消しゴムで消せるっていう点ですね。少し消えにくさはあったんですけれども、少しぐらいなら間違えてもいいやっていう安心感っていうのはいいんじゃないかなと思いました。良かった点3つ目は990円っていう価格ですね。決して安いペンっていうわけではないんですけれども、こういう金属芯のペンって価格が高いのが多いので、1000円出せばお釣りが返ってくる価格で使えるっていうのは結構魅力的だなと思いました。で、良かった点4つ目はデザインがシンプルというところですね。本当にシンプルなので老若男女問わず幅広い層に受けるデザインなんじゃないかなと思いました。で、気になった点も紹介していくと、1つ目は線が薄いっていうところですね。で、2つ目が書けば書くほどペン先が丸まって線が太くなるっていう点ですね。鉛筆削りみたいに尖らせることもできないので、細く書きたいっていうシーンでは使いにくいなと思いました。で、気になった点3つ目が個体によって濃さが結構変わるっていう点ですね。あくまでも自分がいただいた最終サンプルでの話なので、実際は違うのかもしれないんですけれども、ちょっとそこら辺もモヤモヤが残るなと思いました。ということで今回はサンスターのメタシルの紹介をしてきました。せっかく動画最後まで見ていただいたので、高評価か低評価をしていただき、動画の満足度を教えてくださると嬉しいです。で、本当に些細なことでもいいのでコメント残していただけるとすごく励みになります。では最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。